竹岡克美と申します。ペンタイプの刺繍を作っております。一般的にはニードルパンチとか、あと最近ではタフティングっていう手法を、ベースに、作品を作ってるんです。私はもともと企業内デザイナーでずっと会社の仕事をしてまして、大量でみんなが支持してお金で買ってもらえるデザインをしてたんですよ。で、それはなかなか魅力的なんですけど、やっぱりなんか世界に一点しかないとか、この人のためにしかないとか、私しか作れないっていう風な思いがあって、企業内デザイナーをしながら、会社にちょっと理解がありまして、個別の活動も許してくれたんですよ。いろんなギャラリーで作品を発表する機会があって、で、その時は普通のイラストも描いてましたし、普通のプリントのデザインもしてたんですけど、糸で作品を作るという手法に変わったのがもう15年ぐらいかな、経つところですね。いろんな糸といろんな生地の組み合わせで、こんなこともできる、あんなこともできるって試行錯誤の時代がすっごく長くって、で、今に至ったのは、ほぼ安定したもう10年ぐらいですね。その10年ぐらいの時からちょうど、香港が旅行の先として、自分たちが楽しいなと思って行く先としてあったんですけど、でその時に見たエネルギーであったりとか、ファッションとか、あと向こうの文化とか、食べ物とか、その辺のものっていうのが私も大好きな、いっぱい集まってて、日本と共通することもあれば違うこともあったり、で時代がちょっと違うかったりすることもあるんだけど、とりあえず私の中ではなんか大好きだなって思うことがもういっぱいあったんですよね。今なって香港のことが少し分かってきたんですけど、香港の色は私たちが学んできた色彩学から来てる組み合わせじゃないんですよ。風水。すごくその色の組み合わせがめでたいとか健康やとか、そういった色の組み合わせがこの香港の色なんですって。でも私はそこから日本人の立場として自分のフィルターを通したもので、今香港にないけど可愛いよねっていうやつを作っていきたいなっていうふうに思ってます。これは、2年に1回個展をしてるんですけども、その個展を、するための立体作品を考えていて、で、これ自体はなんか香港とか台湾とかをイメージした屋台を、作りたいなっていうふうに思ってまして、で図面は私起こして主人に作ってもらったっていう過程があるんですけども、すごいこの漢字であるとか、この書体であるとか、色使いであるとかっていうのがすごいなんか香港とか台湾とかイメージしたアジアンチックな夜のイメージみたいなことを考えて作ったんですよ。でなんかこのライトも香港の市場に行ったら香港外市っていう市場がいろんなところにあるんですけど、絶対この赤い赤い電気がついてるんですよ。でそれとかこのプラスチック製の椅子とか、あんまり日本では今見られないものが今でも香港とか台湾の夜市って言われるようなところでみんな使ってるもので、これを作った時はちょっとコロナのことがあったので、海外にちょっと今まで好きで行ってた国に行けないっていう思いが、これをこう作りたいっていうふうに思わせたところっていうのがあります。ダフティング、こういうのがあるんだと思ったの YouTube ですね。でしかもね、もう私、5年くらい前かな。ネットですごく調べたんだけど、とりあえずなんか、そのガンとか、生地とか、あと、毛糸の入手方法もわからなくて、一旦諦めたんですよ。3年ちょっと前かな。で、どうしたら入手できるんだろうと思って、探していってたら、ラグマタグさんとの出会いっていうのがその辺やったと思うんですよ。その今までやってたそのニードルパンチっていう手法っていうのと全く同じ考え方で作品が表現できると思ったからなんです。大きさとかボリュームとか、あと糸の太さとか、出来上がりのインパクトとかっていうのを、タフティングもパンチニードルも両方とも組み合わせて、もっと違う作品を作りたいなっていうふうに思いました。今までできなかったスケールのものがより早く、しかも効率的に表現できるっていうのが、私がタフティングをすごくやりたいっていうふうに思ったきっかけでした。我が家はちょっとワンちゃんもいてたし、で床がやっぱりこういったフローリングなので、多分、これが私たちのこの生活の中にすぐタフティングの道具を全部揃えの作る環境は適してるかって言ったら、すごいなんか主人の方からダメ出しが
あって、だけど別のスペースを、作ろうと思ったんですね。できる環境をまず彼は作ろうと思ったっていうのと、で、ほとんどその作ろうと思った同時に、どうすれば、大きな、木枠であったりとか、道具を有効な形で表現できるかなっていうのをすでに彼女考えてくれて、部屋見つかったよって言った時にすごいびっくり私はして、でもそこをもうワンパック、そこの部屋に使って、道具も揃えて、こういう風にするんだっていうのはもう彼の頭の中にあったみたいで、2名用のタフティングの移動式木枠です。で、ここの中には引き出しがあるので、道具が入ってます。これは、私が、10歳ぐらいの時にやったやつなんですよ。すごく覚えてるのが、うちの母親が結構編み物とかする人やったので、なんか横で多分私退屈してたと思うんですよ。で、なんか、お母さんがこのセット買ってくれて、これやってみ、みたいな。私、塗り絵がすごく好きだったんで、要は塗り絵と同じ、番号のところに同じ糸の色をつけて、こうやっていくみたいなのを作った初めての作品だったんですけど、多分これで学んだのは、完結するじゃないですか、これって。フィニッシュがあるから、多分ね、達成感得られたと思うんですよ。ほんでね、それになんかすごい興味が湧いた。っていうようなことがすごく記憶に残ってます。それからたどれば、私は多分原点はここにあったと思います。どうぞ。ここに来たらもうタフティングするぞみたいな式も上がりますし、あと、音と、あと、ゴミの問題とか、後の処理の問題、気にしなくて済むので、タフティングに没頭できるスペースです。この狭いスペースの中で、できるだけ小スペースで効率よく簡単に女性の方でもつけられるようにするにはどうしたらいいかなというふうに考えて作りました。最初作った時っていうのはタフティング私らまだ初心者だったので、どういうことが大切なのかっていうこともあまり分からずで作っていったんですけど、だいたいこういうふうな作りだと思うんですけど、これだとこれを固定するための台が必要なんですけど、ここにはそのスペースがなかなかないので、どうしたらいいかって考えて、それの固定台を作ればいいじゃないかと思って作りました。小さいものも作りたいし、大きなものも作りたいということなので、これは支柱が簡単に外せるんですけれども、差し込んであるんですけれども、この支柱を外せば180センチの90センチ枠が作れる。あとはもう本当ここにこうはめ込んで、これを入れて止めるだけで OK です。お耳なのサイズなので十分な感じがしますね。スペースが狭いが上での、新しい改革っていうか、工夫もできましたし、このフレームの位置づけもそうですし、この棚の中セッティングもそうですし、狭いが上に考えたことができたんで、良かったと思ってます。セッティングに関しては、下に引くものであるとか、壁にかけられるものであるとか、平面で表現されるっていうのはいろんな方がされているので、できるだけ大きくて立体のものを作っていきたいなっていうふうに思ってます。で、こういう質感のものがこの素材でこんな立体になるのかっていう風な
ものをちょっと目指したいなっていうふうに思ってます。なんかタフティングってまたその辺が、新鮮なものがいっぱい作れると思うので、硬いなと思ってるやつがふわふわやったりとか、そういう作品ができたらいいなっていうふうに思ってます。絶対香港に行ったら行くよっていう名所のとこです。例えばね、ヒルサイドエスカレーターっていう、なんか野外なのに世界一長いエスカレーターがあるんですよ。でね、ジャッキー・チェンの映画にも出てくるし、で、みんな香港が好きになった人の窓口って言ったら、映画っていうのがあって、ウォン・カーワイ監督っていう、すごい素晴らしい監督さんいらっしゃるんですけど、その人が作った映画の中にそのヒルサイドエスカレーターっていうのが、出てくるんですよ。それが誰もが知ってる名所なので、そこに今、私の作品が飾られてて、それは私いろんなところで、スターフェリーっていうフェリーの中にもありますし、文化センターっていうすごい美術館の表にもありますし、いろんなところ飾られてるんだけど、そのヒルサイドエスカレーターっていうのは本当に嬉しかったですね。私はなんか自分の作品がその美術館とか画廊とかギャラリーとか、ああいった中で真剣にアートとして見るんじゃなくって、さりげないところに作品があるのを見てもらうのが好きなんですよ。なので、アートなんだって言って見るんじゃなくって、こんな可愛いなるわと思ってさりげなくいろんな人たちに見てもらうっていうのがすごい理想なので、香港の街と香港に行き交う人々がその作品に混じってるに見えるようなところに作品が今語られています。でそれがすごく嬉しくて、このやつはデジタルですね。しかも動いているものっていうのがそこに語られるから、なんか今まで私が作ったものがそんな動いてなかったものが、例えば、目がパチクリしたりとか、で、なんか、アヒルさんがガーガーって言ったりとか、で、普通のポットなんだけど、ポットから水が溢れてるとか、そういう処理をされてるので、ほんとびっくりです。という感じ。香港政府観光局がやったイベントがあって、で、それもなんかさっきのお話ですけど、コロナ時に戻るんですけど、海外に行けないでしょ？香港にも来てもらえないですよね。でも香港のこと忘れないでねっていうキャンペーンがあったんですよ。ネットで、塗り絵が配信されてて、でそれをみんながダウンロードして、自分で塗り絵を作ったやつを、香港政府の韓国に送って、で、コンテストがあったんですよ。私、これやりたいわと思ったんですけど、ちょうどなんか作品っていうのを準備してて、なかなか作れなかったんですよ。で、締め切りも終わって、イベントも終わってたんですけど、どうしても作りたいなと思って、で、それを、普通の人は塗り絵してはるんだけど、私はやっぱり刺繍でしなくっちゃと思って、そっからぐわーって刺繍でやったものをインスタに上げたんですよ。で、それを見ていただいて、その認定をどうですかっていうふうに言われたんです。で、その時に私ちょっとやばっと思ったのが、塗り絵からちょっとアレンジしたい自分で。で、なんかもう飛んでない家のキャセの飛行機飛ばしたりとか、いらんわと思ったら外したりとかしてたから、ちょっと怒られるのかなと思ったら、それがすごいなんか喜んでいただいて、それがきっかけで、初めてお会いしに行ったのね、東京に。香港政府観光局の方、直接お話ししていただくことがあって、で、担当の方と上司の方が来られてて、で上司の方が、今日はありがとうございました。ありがとうございますとご挨拶して、後で一言言ってくれはったのが、竹岡さん、これで世界でデビューですねって言わはって、で、二人で、とかね、何言ってるんですかとか言ってたんだけど、なんかその足がかりがやっぱり、いろんなところからお声掛けいただいて、だんだんそれがそうなってくるんだなって思いました。だからなんか私が自分でこれしたいなと思ったら、どんどんしていこうと思ってます、今も。これをするにはこんだけ苦労があるから、じゃあやめときましょうとか、これはやったらすごいこういうことがあるからやりましょうとか、これは何もないからやめときましょうという選択をしていくと、なんか新しいことも起こらないけど、自分すごく楽しいよなと思ったら相手に通じることじゃないですか。楽しんで作った作品っていうのが。だからそれはずっとそういうふうにしていきたいな。それがご縁でいろんな方と知り合いになったりとか、その作品がきっかけでいろんな道が開けていくよっていうことをなんかみんなで共有してできたらいいな。だから、これは考えたけどできひんやろということじゃなくって、できるためにどないしたらいいんだろうって考えていきたい。